楊貴妃、唐の時代に生きた希代の美女、愛と運命に翻弄された生涯。それでは聞いていきましょう。楊貴妃、中国四大美女の一人として知られる女性。彼女はただ美しいだけの存在ではなかった。一人の皇帝に深く愛され、その愛が巨大な帝国を揺らしていく。後に国を傾けた女とまで語られる存在。それが楊貴妃だった。楊貴妃の本名は楊玉環。唐の時代に生まれた女性だった。当時の唐は世界最大級の国家で、都の長安には世界中から人と文化が集まっていた。異国の商人、華やかな市場、夜まで続く宴、音楽と舞。唐は黄金時代の真っ只中にあった。楊玉環はそんな時代を生きた。彼女は若い頃から美貌で知られていた。だが最初から皇帝の后だったわけではない。もともとは皇帝の息子の后だった。つまり最初は皇帝から見れば義理の娘のような存在だった。しかし後に唐の皇帝玄宗が彼女へ強く惹かれていく。玄宗は若い頃有能な皇帝として知られていた。政治を立て直し唐の繁栄を築いた人物。人々からも高く評価されていた。だが晩年彼は楊玉環へ深く溺れていく。楊玉環は一度道教の尼となり宮廷を離れた。だがその後再び宮廷へ戻される。そして楊貴妃の名を与えられた。貴妃とは側室の中でも極めて高い地位だった。玄宗は彼女を深く寵愛した。宮廷では豪華な宴が繰り返される。音楽が流れ、舞が披露され、夜遅くまで笑い声が続いた。楊貴妃は舞や音楽にも優れていたと言われている。特にその所作は美しかったといえ、多くの人が彼女に視線を奪われた。玄宗もまた楊貴妃と過ごす時間を何より求めるようになる。有名なのが雷池の話だった。楊貴妃は雷池を好んでいたと言われる。だが雷池は南の果物で、長安まで運ぶには長い距離があった。それでも玄宗は馬を飛ばし、新鮮なまま届けさせた。人々はそこに皇帝の異常な執着を感じ始める。以前の玄宗は毎日のように政務を確認していた。だが次第に政治よりも宮廷で過ごす時間が増えていく。楊貴妃の一族も次々に出世した。特にいとこの楊国忠は大きな権力を持つようになる。それを快く思わない者も多かった。宮廷では静かな不満が少しずつ広がっていく。だが玄宗は気にしない。彼は楊貴妃を失うことを恐れていた。宮廷では楊貴妃が現れるだけで空気が変わるとも言われた。宴の場では人々が彼女の動きを目で追っていた。それほどまでに存在感が大きくなっていた。一方で国の外では別の空気が生まれていた。北方で巨大な軍事力を持つ男が現れる。安禄山、異民族出身の武将だった。彼は陽気で人懐っこく、人の懐へ入るのがうまい人物だった。玄宗からも強く信頼されていた。宮廷への出入りも許されていたと言われる。楊貴妃とも近い存在だったという説が残る。だがその裏で安禄山は巨大な軍を握っていた。朝廷の中には彼を危険視する者もいた。しかし長い平和の中で宮廷は危機感を失っていた。華やかな宴、贅沢な暮らし、美しい音楽、多くの人がこの平和が続くと思っていた。だがその裏側では少しずつ歯車が狂い始めていた。皇帝の寵愛、一族への権力集中、宮廷内の不満、巨大な軍事力を持つ武将、すべてが静かにつながり始める。楊貴妃自身も周囲から向けられる視線を感じていたと言われる。だが彼女は皇帝に逆らえる立場ではなかった。愛されるほどに彼女の存在は巨大になっていく。そして巨大になるほど周囲の感情も激しくなっていった。玄宗は楊貴妃を見つめ、楊貴妃は皇帝を支え続ける。二人は確かに愛し合っていたとも言われる。だがその愛は
少しずつ国全体を巻き込み始めていた。長安の街はまだ華やかだった。人々は笑い、市場には音楽が流れている。しかしその空気の奥では大きな崩壊が近づいていた。後に唐を揺るがす大事件、安史の乱。その巨大な内乱によって楊貴妃の運命は大きく変わっていく。唐の華やかさの中で生き、愛と芸術に包まれながらも見えない影を抱えていた人物。後半ではその運命を追っていく。では続きをどうぞ。安史の乱、それは唐という巨大国家を崩壊寸前まで追い込んだ内乱だった。755年、安禄山は反乱を開始する。巨大な軍勢は各地を制圧しながら進軍した。唐の朝廷は混乱に包まれていく。長安にも緊張が走った。それまで華やかだった宮廷の空気は変わり始める。音楽よりも不安の声が広がっていった。玄宗は動揺していた。かつて絶対的だった皇帝の権威も揺らぎ始める。朝廷内では責任を求める声が強くなっていった。その中で楊国忠は安禄山と対立を深めていく。そして戦況は悪化した。反乱軍は勢いを増し、長安も安全ではなくなる。玄宗は都を離れる決断を下した。皇帝一行は蜀の地へ向け逃亡を始める。楊貴妃も同行した。豪華だった宮廷生活は消えていた。逃亡の道は過酷だった。兵士たちは疲弊し、食料も不足していく。不満は限界に近づいていた。多くの兵士は考えていた。なぜ国はここまで壊れたのかと。そして怒りの矛先は楊国忠へ向かう。皇帝が楊貴妃へ溺れ、一族へ権力を集中させたこと、それが国を乱した原因だと考えられていた。やがて一行は馬海派へ到着する。そこで兵士たちの怒りは爆発した。楊国忠は殺害される。だが兵士たちの怒りは収まらない。彼らはさらに要求した。楊貴妃も処刑しなければ進まないと。玄宗は拒否した。深く愛した女性だった。手放せるはずがなかった。だが兵士たちは動かない。このままでは軍が崩壊する。皇帝は追い詰められていく。そして最後に楊貴妃の死が決まった。彼女はまだ30代だった。死因については諸説ある。だが一般的には首を吊らされたという説が有力とされている。政治のための死だった。愛された女性は最後には国を鎮めるため命を失った。玄宗はその死を止められなかった。彼は深く傷ついたと言われる。愛する女性を守れなかった記憶は晩年まで消えなかった。一方で唐も大きく衰えていく。安史の乱による被害は非常に大きかった。多くの人々が命を失い、巨大国家だった唐は弱っていく。かつての黄金時代は終わり始めていた。そして楊貴妃の存在だけが強烈な余韻として残る。後の時代、詩人の白居易は長言歌を書く。玄宗と楊貴妃の悲恋を描いた長い詩だった。その作品によって楊貴妃はさらに伝説的な存在になっていく。彼女は単なる美女ではなかった。愛と権力、栄華と崩壊、欲望と悲劇、その全てを象徴する存在となった。だからこそ1000年以上経った今も語られている。楊貴妃は一人の皇帝に深く愛された女性だった。だがその愛はやがて国家そのものを揺るがしていく。玄宗は楊貴妃を失った後、以前のような皇帝ではいられなかったと言われる。愛した記憶だけが残り続けた。華やかな宮廷、音楽、間合い、笑い声、そのすべては過去になっていく。楊貴妃の人生は短かった。だがその存在は歴史の中で極めて大きな痕跡を残した。美しい女性としてだけではない。一つの時代を象徴する存在として人々の記憶に刻まれている。愛されること、
権力の中心に立つこと、その重さを楊貴妃は最後まで背負い続けた。もし彼女が普通の女性だったなら違う人生もあったのかもしれない。だが彼女を伝説として残した。そして今も楊貴妃という名前は語り継がれている。唐の黄金時代を彩った美女、その裏で愛と悲劇を抱え続けた女性、楊貴妃の物語は華やかで美しく、そしてどこか恐ろしい。一人の皇帝が一人の女性へ溺れていく。その感情が国を巻き込み、多くの人々の運命を変えていった。楊貴妃は歴史の中で今も生き続けている。楊貴妃の歩みは華やかで儚く、愛と運命が交差し、その美しさは時代を超え語り継がれている。私もこの目で楊貴妃を見てみたかったです。どれだけ美しかったのでしょう。それではまた次回の主役でお会いしましょう。